通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、とあるインディーゲームからの話題になります。現在ですね、この一本のインディーゲームを巡りまして、大変なね、文化戦争が繰り広げられているというんです。このゲーム、なんとですね、いわゆるね、モダンな、現代的なアジェンダに興味がありませんと宣言したことで、大変話題になっているんですね。で、それに対しましてですね、非常にね、お目覚めになったゲームタイトルが、これに対しての嫌味を言う、皮肉を言うという事態に発展しておりまして、これはこれでまた燃えてしまっているんですね。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。今回ね、とあるインディーゲームを巡りまして、現在ネットがね、バチバチ論争を繰り広げていると、こういった状況になっております。で、ここにはですね、現在メディアも加わりまして、大論争になっているんですが、まず、今回ね、その渦中にあるゲームというのは、こちらになります。これね、フォーゲーマーさん。ざっとね、どういったものなのか見ていきますね。神聖ローマ帝国に着想を得たローファンタジーアクション RPG、キングスパス、Steam ストアページをオープン。合わせてゲームプレイトレーラーも公開。新作アクション RPG、キングスパスの Steam ストアページが2026年1月20日にオープンした。合わせてゲームプレイの様子を収録した最新トレーラーも公開されている。本作は神聖ローマ帝国に着想を得たローファンタジー世界を舞台とするストーリー主導型のアクション RPG だ。プレイヤーは没落した若き貴族アルリクとなり、全てを失った状態から新たな人生を歩み始める。戦闘システムにはヨーロッパの歴史武術をベースとした要素が取り入れられており、実在する構えや技法を軸に構築されているという。派手な回避アクションやモーションは控えめで、間合いの管理、位置取り、受け流しや反撃、そして緻密な武器操作が重要となる。プレイヤーの一挙手一投足が意味を持つ緊張感のあるバトルが展開されるという。ということで本作はね、これがすごく売りのようですね。そのヨーロッパのね、歴史的な武術や鎧、舞台設定、ここをね、かなり作り込んでいるということで、それがね、一つの売りになっているわけですね。ただこれ、世界そのものがね、歴史に忠実と言ってるわけじゃないですよ。先ほどもありましたが、これ世界はファンタジーなんでね、ドラゴンが出てきたりもします。で、この先を見てもね、わかりますが、フォーゲーマーさん、このような形でね、普通にこのゲームを紹介していると、こういった状況になっているんですが、これ海外ではですね、全くその話題の方向性が違います。それがね、こちらになるんですが、インディーゲームナイツパスが2度バズる。最初は、ここね、オーセンティシティ。これ日本語だと神聖性と訳されますが、つまりいかに本物であるか、真実に基づいているか、そういうことですね。最初は神聖性で、そして2度目は文化戦争で。数日前、インディー開発者ヤン・ティホタ氏が、中世のアクションゲーム、ナイツパスのゲームプレイトレーラーを公開した。本作は歴史的ヨーロッパ武術を考慮した戦闘、当時の様式に忠実な鎧や舞台設定のアートスタイルなど非常に強い歴史表現を示している。本作はキングダムカムデリバランス2との類似点について称賛と批判の両方を受けた。ただし、ウォーホースもまた、これキングダムカムの開発会社ですね。ここもまたドイツ及びチェコの中世という時代と地域に忠実であることを重視し、神聖性のある舞台設定を作り上げていた。さらにマナーローズもこれまた別のゲームです。もう同時代から着想を得ており、開発者が甲冑の専門家に相談するなど神聖性の検証を行っている。つまり似ていると言われるけども、それぞれのゲームが同じ時代を忠実に再現しようとしているので、そうなるよねと言ってるわけですね。そして今回のね、話題の中心になっているナイツパスがバズっていくわけですね。ナイツパスのゲームトレーラーに対する全体的な反応は好意的だった。X ではインプレッションが数百万に達し、その拡散力の高さを示した。ということでね、こちらがそのインディーゲーム、ナイツパスの X の公式アカウントになります。ここにね、ナイツパスはインディーのアクション RPG ですと、このように説明されてますね。で、このゲームですね、先ほどもありましたが、キングダムカムというゲームのパクリゲーなんじゃないかと、こんなことを言われ始めたわけですよ。そしてこの公式自らが、この2本をね、比較検証するということをしています。で、実際にね、参加している歴史アドバイザーの実名もね、公開されておりまして、私たちはちゃんとね、自分たちの検証に基づいてこのゲームを作ってますよ。こういった証拠というのを提出していくんですね。で、まずはこれで大変話題になりましたと。そしてね、問題は次だったんですね。それがこちらでした。ファンからゲーム内に LGBT の表現はあるのかと開発者に質問が寄せられた。キングダムカムでさえ表現の一環として同性愛の選択肢が用意されている。しかしそれに対しこの開発者は、私たちはゲームと楽しさを大事にしており、現代的なアジェンダには関心がありませんと返答した。ということで実際にね、それがこちらのやり取りになるんですが、これね、まだ残ってます。ゲーム内に LGBTQ の表現があることを願っている
と。で、これね、先ほどの記事ではファンだと、このように言っておりましたが、実際プロフィール見ますと、全然そんなんじゃありません。ここね、シー・ヒムと、レインボーマークついてますね。そしてここにね、インターセクショナルフェミニストとありまして、つまりはこの人フェミニストで左翼の活動家なんですね。で、これ実際ね、ポスト見てみますと、ずーっとね、右翼がとやっていると、こんな状況でした。そしてこの人物が公式アカウントに突りまして、LGBTQ の表現があることを願っているよと。このように言ったところ、公式がね、私たちはゲームとその楽しさを重視しているのであって、モダンなアジェンダには関心がありませんと。このように言うんですね。そうしますとね、ここ X ですから、見ていただくとわかりますが、このね、活動家さんには4000件のいいねがついておりまして、そしてね、モダンなアジェンダには関心がありませんと言ったこのポストには 5.1 万件のいいねがついていると。そうしますとですね、ここで、先ほどの記事にありました通り、文化戦争が開戦するわけですよ。ゲームプレイを見たら、正直かなりひどい。反アジェンダを掲げる層は、口ではそう言いながら、実際には作品を支持した試しがないことで有名だ。これ逆なんじゃないかなと思いますけどね。で、それに対してね、フィードバックありがとうございますと。そしてこちらね、そんなことを言いながら結局は関心があるんじゃないかと。何も言わなくてよかったのに、代わりに同性や嫌悪的なことを言うことを選んだのか。バカな人のために言っておくと、それをアジェンダと呼ぶこと自体がアジェンダなんだ。100% このゲームを買います。すべての開発者は他人のアジェンダを満足させることよりも、まずは楽しさを優先すべきだ。おめでとう。プレイするのが楽しみだ。中世ヨーロッパにも同性愛者が存在した。存在しなかったという考え方は現代のアジェンダだ。インディー開発者だけが本音を言えるというのは悲しいことだ。これから君たちは精神的におかしい人たちに延々と付きまとわれるだろうが、それでもみんなが心の中で思っていることを口にできたのは大きい。どうか声だけは大きい。極端に精神を病んだ少数派に屈しないでほしい。素晴らしい。私はあなたをサポートします。そしてその下ね、リスペクトと言ってますね。そしてね、こちらに一人の女性がいます。これね、何を言っているかと言いますと、このナイツパス内で恋愛関係になれる女性キャラクターを紹介しています。このキャラクター名ね、アメリと言いまして、先日ね、アメリアが大変話題になっておりましたが、たまたまね、このキャラクターの名前、アメリというんですね。そうするとですね、またこれにより叩かれることになるんですね。それがね、もうまさにこちらになるんですが、これね、何を言っているかと言いますと、ここではね、なんでこのキャラクターがね、現代的なメイクをしているんだと言ってるんですよ。当時の人たちはこうだったのに、なんで現代的な化粧をしてるんですか？このようにしてですね、上げ足を取り始めたんですね。そしてね、こちらザ・ゲーマーになりますが、もちろんナイツパスに何かを入れる義務はない。ただ、この言い回しはゲーマーゲート界隈への犬笛のように聞こえ、当時実際に存在していた人間関係について無知を示しているように見える。少し Google で調べれば、同性愛関係者に関する実在の歴史的記録が何十件も見つかるし、それらが好意的に見られていなかったとしても、当時の社会の一部だったことは確かだ。当然ながらこのツイートは好意的に受け取られておらず、大きな批判を浴びている。ということで、先ほどのね、公式の発言というのは、ゲーマーゲート界隈に対しての犬笛なんだと。このようにして、メディアが現在ね、かなり批判的な記事を出していると。こういう状況になっているんですね。そしてですね、この騒動、これだけでは終わりませんでした。ここに一本のゲームが載ってくるんですね。こちら、1348X ボートという、こちらもね、ゲームになるんですが、この公式アカウント、こんなことを言うんですね。ウィッシュリストに入れるのと、リリース日をあなたのモダンアジェンダにメモするのを忘れないで。ということで、もうこれはね、明らかですね。このポストというのは先ほどのね、ナイツパスの発言を揶揄していると。じゃあこれが一体どういったゲームなのかと言いますと、こちらがね、公式サイトになるんですが、2026年発売予定、Steam と PS5 でリリースするんですね。こちらね、同じく先ほどね、発言をゲーマーゲートに対する犬笛だと言っていたザ・ゲーマー。こんな記事を出してるんですね。1348X ボートのレズビアン騎士は中世ジャンルに必要な変革だ。1348年を舞台にした X ボートは、誘拐された恋人を救うために騎士道の探求に出る女性騎士の物語を描く。彼女は最初のレズビアン騎士ではない。つまりこのゲームというのは主人公が女性で、その女性が自分の恋人の女性を救いに行くゲームなんだと。女性を主人公に据える時点で歴史的交渉に関する批判はすでに受けることになるだろう。ならば女性を同性愛者にしても実質的に状況が変わるとは感じにくい。いずれ DI だのウォークだのという批判は浴びるだろうが、事実としてレズビアンの騎士は乙女を救う古典的な騎士よりもはるかにニッチな存在だ。これを迎合だと主張するのは無理がある。物議を醸す要素を避け、最も声の大きいゲーマーの感情を刺激しないようにする方がよほど迎合的な行為だろう。ということでね、こちらのゲーム、先ほどのね、このゲームの公式発言だけでは、そのスタンスというのはね、はっきりとはつかめませんが、実際ね、このゲームの内容と、そしてこの攻撃性を合わせてみれば、そういう人たちが作ってるゲームなんだなっていうのは、なんとなく想像つきますよね。ちなみにですね、
この主人公の女性騎士が救いに行く恋人のね、ビアンカというキャラクターがいるんですが、これをね、演じているのがこちら、ジェニファー・イングリッシュという女優さんであり声優さんがいるんですね。この人が演じています。そしてね、もうまさにここに書いてあるんですが、イングリッシュはレズビアンである。彼女はゲーム業界における LGBTQ+ の表現は大きく前進してきたと感じており、特にバルダーズゲート3に盛り込んだ表現を高く評価している。一方でゲーム業界には常にさらに多くの表現の余地があるとも述べている。ね、声優がこれですから徹底してますよね。ということでメディアがね、このゲームを紹介するときは彼女の名前が前面に押し出されています。で、さらに先ほどのね、こちらザ・ゲーマー、こんな記事を出すんですね。1348X ボートが、キングダムカムデリバランス2の模倣作のモダンアジェンダ発言に、クラップスバック。ということでこちらですね、クラップスバックとあります。こちらが本日のキーワードになります。自分を批判したり、侮辱したり、苛立たせたりした相手に対して、素早く言い返したり、批判し返したりすること。ということでね、こちらのクラップバックというのは、直訳しますと、拍手をバックさせる、拍手を戻すという意味になるんですが、これはね、反撃するという意味になります。ただ、この反撃というのはですね、物理的に殴り返すとか、そういったものではないんですね。わかりやすく言うと、ディスり返す。こうやって言うとね、一番ニュアンスがつかみやすいんじゃないかなと思います。つまりね、自分に対して皮肉を言ったりする人が、うまいこと言ったと言って拍手されるでしょ。これっていうのは自分から見た相手に対して送られた拍手なわけですよ。するとそれに対して、うまいこと言い返す。ディスり返す。そうすると今度は観衆が自分に対して拍手をしてくれるわけですよ。これってこの構図だけを見ると、相手に送られた拍手を取り返してるでしょ。だからクラップバックになってるわけです。つまり、ディスり返すことによって相手に送られた拍手を取り戻してるわけですね。なのでこれはね、物理的な反撃ではなくって、場の空気を自分に向けたり、主導権を奪い返したり、こういった反撃のことを指しているというわけです。ということでこちらは、1348X ボート、キングダムカムデリバランス2の模倣作のモダンアジェンダ発言に反撃。ということですごいでしょ。ザ・ゲーマー、もうすでにですね、このナイツパスのことをパクリゲーだと言ってるんですね。そしてね、こちら、クラップスバック。この X ボートがうまいこと反撃したと、このような記事を出しているんですね。じゃあ本当にね、この X 上でうまいこと反撃できていたのか見ていきましょうか。ここね、サビリさんいますね。ほら、ここが君たちの間違いなんだ。君たちは決して自分たちの製品を普通に宣伝することができない。必ず何か別のものに便乗しなければならない。君たちは自分たちでアジェンダがあると認め、キャラクターもチェックボックス前提で作ったと言っている以上、買わないリスト入りだ。パスだ。もう一方のゲームには、ホットなヨーロッパ人の女の子がいるけど、こっちにはボールカットのレズビアン。となれば、同性アジェンダを顔に押し付けてくる同性愛ネタが入っているのは目に見えている。無理。パスだ。ナイツパスはそもそも君たちのことなんて一言も言及していない。結局自分たちには現代的なアジェンダがあるって自白しただけじゃん。誇張ではなく、これは私が見たビデオゲームの中で最も醜い女性主人公かもしれない。そして今回のこの騒動、面白い指摘してる方いますね。一つ目、X ボートの開発陣は相当苛立っている。というのも、ナイツパスはたった4人で作られた小規模インディーゲームにもかかわらず、フォロワー数が5倍もあるからだ。しかもナイツパスは大企業やジャーナリストによる後押しを受けていない。一方 X ボートは業界の後ろ盾がある。二つ目、この投稿は私たちはアジェンダではなくただ楽しいゲームを作りたいだけといったナイツパスへの明らかな当てつけだが、いいねがボットで盛られている。これはほぼ確実だと思う。18000のいいねがついているのに、実際のエンゲージメントはかなり低く、その多くは皮肉られたり笑い物にされているだけだ。おそらく X ボートの開発陣は4人だけの小規模インディーゲームが自分たちよりはるかに注目と勢いを得ている事実に腹を立て、この炎上のスポットライトに割り込もうとしているのだろう。無視しろ。どうせ彼らのゲームに成功の見込みはほとんどないのだから。ということでね、現在こちらのゲーム、この論争にね、変に乗ってしまったがために、ここね、固定のポストなんかもあるんですが、もう現在ね、袋叩きにあっていると。こういった状況になってしまってますね。ということで今回のね、この話題の渦中にありますナイツパス、この騒動を受けましてですね、Steam ページ公開からわずか16日間で、ウィッシュリスト10万件を達成しました。この数字は私たちにとって本当に現実離れしたものに感じられます。心からありがとうございます。ということでこちらね、インディーゲームになるわけですが、開発者のね、予想をはるかに超えるウィッシュリストの数を記録していると、このようになったようです。はい、ということで本日はですね、インディーゲームとして発売を予定しております、ナイツパスが、その発言により、メディアから攻撃を受けている一方、開発者の想像を超えるウィッシュリストの数を記録しているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。今回のこの騒動ですね、やっぱりね、あちら界隈が
巧みに論点をずらしながら批判していくというのが、非常に明確に見えた一件になったんじゃないかなと思います。もともとはですね、このね、フェミニストであり、LGBT の活動家が、もう明らかにアジェンダを持ってね、LGBTQ の表現あったらいいなと、このように公式にわざわざリプしてるんですよ。それに対してね、そういったアジェンダには関心がありませんと言うと、今度は、お前は LGBTQ をアジェンダというのか、と言って批判するという。こういった流れになってるんですね。本来であればね、こういった活動家の発言には乗らないのが一番なんじゃないかなとは思いますが、結果的にはね、これで知名度が上がり、想像を超えるウィッシュリスト数を獲得しているということで、結果的にはね、良かったのかもしれませんね。そしてね、こちらのゲームですよ。ふくたね、レズビアンが主人公のゲームがあったっていいと思うんですよ。LGBT が主体になってるゲームがあったっていいじゃないですか。人々はね、それを押し付けないでくれ。そう言ってるわけであって、例えばね、これまで人気のあった IP が乗っ取られて、突然こういった毛色のゲームになる。そういった場合はね、盛大に批判されますが、これオリジナルでしょ？別にこういったゲームがあったって全然いいと思うんですよ。なんですが、結局のところね、ああいった形でこの論戦に乗ってしまうと、その内に秘めたアジェンダみたいなのが、ダダ漏れになってしまうわけですよね、それによって。そうすると結局のところ嫌悪感を抱かれてしまうっていうね。だからメディアはね、今回のこの X ボートの発言というのを称賛しているようですが、結果的にはね、恨み出てるんじゃないかなと、ふくたは思いましたが、皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。